日本から帰ってきたばかりです。日本に行って、もう帰ってくるたんびに気づくことがあります。多分日本人が気づかない日本のすごいなっていうところの話になります。ぜひ付き合ってください。スティーブテキシテンのスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。日本に4日間ほどしかいなかったんですが、大阪オメッセに、先日行ってきました。その時、会いに来てくださった方に、感謝のメッセージをお送りしたいと思います。たくさんのお土産、焼酎、お酒などのものとお菓子など手作りのメッセージなどのものをたくさんいただきまして、後ほど開封動画もしますので、ぜひ付き合ってください。日本人は、だから日本に住んでるからこそ気づかない。当たり前。日本人にとっては当たり前かもしれないけど、外国人から見ると、すごいな。これ日本じゃないと他にないなというところがいっぱいあります。今回はどの順番から話するのかっていうのありますが、今日はチッピングの文化についてお話したいと思います。約2年ぐらい前にこのチャンネルにもチップの文化、どんだけアメリカでおかしくなってるのかっていうことについて動画を取り上げているんですが、よかったらその動画もぜひ見ていただきたいのですが、日本に行くたびに目立ちますね。サービスの違い。アメリカのサービスと日本のサービス。その中にチップっていう本当は文化がアメリカにあるかもしれないんですが、どんだけおかしいのかっていうことは目立ちます。日本に行って最初から最後まで基本的に素晴らしいカスタマーサービス、ホテルレベル、安い、高いんじゃなくて、カスタマーサービスの基準が非常に高いです。アメリカは逆に残念ながらその基準がどんどん下がってきたんですよね。不思議なのはチップでその人の動力、そのチップをもらえるからもっと頑張らなきゃという気持ちが、このチップ文化がどこでもチップが必要になってきたことがどんどんチップが増えれば増えるほどサービスの質が悪くなる現象があります。おかしいんですよね。日本ではチップの要求はありません。サービスはいい。タクシーの運転手も優しい。手伝ってくれる。チップは何も別に期待のない中では、真面目に働く。余計なことを言わない。仕事に真面目に集中する日本人。レストランに行って、アメリカ的な見方は今のドル高と円安のバランスを見ると安いのにチップも払わなくていいね。昔、チップというのは、昔もう今55歳なので、70年代、80年代で当たり前なチップのところがあったんです。床屋さんにチップを払うこと。タクシーの運転手にチップを払うこと。ドアを開けてくれるそのドアマンにチップを払うことが当たり前だった。そしてレストラン、ウェイター、ウェイトレス。もともとの時給が安かった、もうチップのために働いているような仕事がよくあったので、その人たちにチップを払うと。で、よりいいサービスを提供してもらえるという風になってたんですが、今、どこにいても、どんなシチュエーションでもチップの場面が出てくる。人がいなくても、無人販売のところにもチップの画面が出てくるのはおかしいです。アイスクリームスタンド、普通のパン屋、もうどこでも最後に画面に出てくるチップ。で、金額は別に自分の気持ちじゃなくて、もう18%、20%、22%、25%、30%まで画面が出てくることがある。自分が払った1000円に30%、1300円になりますよ。もし、それぐらいチップ払うなら。で、そのチップじゃあ払わなくていいんじゃないかというふうに思う人、やる人もいるんだけど、やっぱりそのレジで、この顔で、ね、いるお兄さんかお姉ちゃんがいたら、チップの画面が出てると分かってるの。どうするんですか？いらないって、ことは払わないっていう人がいるんだけど、やっぱり考えちゃうんですよね。アメリカで日本のカフェと日本の焼肉、バーベキュー屋さんはやってます。最初はもうアメリカでこのチップがどんだけおかしくなったかっていうことがずっと頭にあって、もう日本の素晴らしいカスタマーサービスがあって、アメリカではそれ再現
できるんじゃないかと思って、同じような考え方でチップなし、チップの画面とかは出さない方向で、星ジャパニーズカフェをスタートさせていただいたのは1年半前。おかげさまでそのままカフェが動いているのと、チップの画面がないことに誇りがあるんですが、やっぱりやりにくい部分もありますよね。チップ文化、チップに慣れてるアメリカ人、面白いですよね。こっち側のレジを入れて、お客さんの反応を見ると、いや、チップ画面が出てくるのはね、待ってる人がいるんです。出てこないと逆にショック受ける人もいます。それなのに、チップ要求してないのに、うちのスタッフ、アメリカのスタッフ、ある意味では日本なりに丁寧に、チップの期待なしで、よりいいサービスを提供していることにも努力してくれている若いアメリカ人が多いです。私はラッキーだと思うんですが、難しいですよね。やっぱりチップに慣れてる他のところでチップが入ると自分の時給もアップになります。モチベーションになること当たり前と思ってる子なんだけど、私はどっちかといえば自分から別にチップじゃなくてお客様にいいサービスを提供したいという子をなるべく入れようとしているんですが、逆に星ランチはレストランってチップの画面が出ます。レストランなので当たり前なところでカフェと違って当たり前な環境でチップの画面が出るんで、やっぱりそこにそのアメリカ人によるんですけど、モチベーションアップになる子がやっぱりチップたくさんもらえるから、もっといいサービスをやりたい。もっと頑張りたいという子が出て、時給がアップになることを実現、できている若い子もいますが、日本でその期待なしで優しくて、日本人の中でやっぱりいいサービスを、世界一のサービスを提供する気持ちだけがあることは日本人が気づかないかもしれないけど、素晴らしい国民性の一つのことであります。私はそう思います。もっとアメリカでそういう子がいればいいと思うんですが、やっぱりチップ、チップ、チップ、チップっていう頭がおかしくなった。チップは何の意味がなくなったことも、日本はその以前どっかある観光地に行った時にチップのバケツ見ましたね。こんな悪い文化、こんな悪い、絶対おかしくなることがあんまり日本に入れないでほしいなっていうのは気持ちがあります。やっぱりどう思いますか？海外にいて、もともと物価の高い国にいて、さらにその上でチップがレジでスタバとか他のところでもどこでも、もうファストフードでも店でももう出るところ出ますよ。どうするんですか？入れづらいですか？入れようとしないことにして恥ずかしいことがあるのでしょうか？変な目でつけられる、何かいたずらされるとかっていう心配があるのでしょうか？日本にはそれがないんですよね。そういうことは。その心配、チップ払わなかったらどうなるのかっていうのはないので、安心、なんかリフレッシュっていうか、新鮮な、いいなっていうのは、毎回日本に行くたびに、本当に感じることですね。日本人にとって当たり前なところ、外国人から見てすごいなっていうところ、本当に多いと思います。たくさんあると思うので、改めてまたこの話を続けたいと思っております。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。世界どこに行っても、日本以外ほとんどの国どこに行っても、チップが当たり前なことになっている。この世の中で日本に行って、チップないのに、チップ払う必要ないのに、日本人のカスタマーサービスのレベルが世界一トップであることが驚く。すごいなって感じるところです。私だけじゃないです。私の周りの外国人はみんな、いつも、よく言ってます。日々、前進、前向きに、サムズアップ的にやっていきましょう。よろしくお願いいたします。では、次回まで失礼いたします。